名曲「イエスタデイ」ですが、ビートルズ時代とウィングス時代は弾き方が若干違います。ウィングスの時はビートルズの曲を、封印していたということで、その封印が、解除されたのが、73年のジェームス・ポール・マッカートニー賞ですかね。で、その最後で、メンバーのスペシャルリクエストに応えて、ポールが「イエスタデイ」を初めて解散して初めて人前で弾きましたけども、その時の G がですね、いわゆるそのビートルズのビートル G じゃなくて、普通の G になってますですね。これは因縁と言いましょうかね、思い出深いこのビートル G を、封印したんじゃないかと。ビートルズらしさを排除して、新たな気持ちで、イエスタデイを演奏したのではないかなと思いますね。演奏の方はといえば、少しラフな感じで、力を抜いた演奏となっております。という感じですね。まずG は普通の G ですね。そして次の、ビートルズ時代はライブでは F シャープマイナー7でしたけども、もう F シャープのマイナーでそのまましかもこう握るような感じです。73年のテレビショーではまだこんな感じでしたが、もう75年になると握る。でこれはもう今も現在も、握ってますね。そして、B7 ですね。E マイナー。で次がですね D7 でしたけども D ですね、普通の。少し明るめにですね、イエスタデイをやったんじゃないか。でここも A7 でしょうかね。そして、こんな感じで、少しコードを変えてまいりました。ウィングス時代はですね、弾き方も、ビートルズ時代はちょっとこうアップでしたけども、ちょっとこう完全なストロークになりましたね。で最近のポール・マッカートニー、沖縄の方ですが、これはなんとこんな感じで下に行くようになりましたね、最近は。いろんな年代別の弾き方もポール・マッカートニーありますので、そういうわけでございます。このビートル G を避けたウィングス時代のイエスタデイでございました。そういうわけでございます。以上でございます。See you next time!